こんにちは。国際日本文化研究センターの馬場幸恵と申します。私の専門はデジタルアーカイブと書史学です。本日は現在私が進めている2つの研究についてご紹介させていただきます。私は現在近現代に関する2つの研究を行っています。一つは古いガラス乾板に記録された写真をデジタル技術を使って復元し、その画像を手がかりに忘れられかけていた歴史を再発見するという研究です。もう一つは昔の本に有害物質が使用されているかどうかを科学分析で判定し、図書館や古書店の利用者とスタッフを本の読から守るという研究です。どちらも資料の中に隠れている歴史的な情報を科学技術を使って目に見える形にするという共通点があります。では、これらの研究について順番にご説明します。まず、ガラス乾板写真のデジタル化に関する研究についてです。ガラス乾板というのは、1870年代から1970年代までのおよそ100年の間、写真を撮影する際に使用された記録媒体のことで、四角く切ったガラス板にゼラチン製の緩光剤が塗られています。よりコンパクトで持ち運びしやすい写真用フィルムが普及するまで、人物、風景、災害、戦争、文化財、天体観測の記録など、さまざまな場面で使用されてきました。そのため、明治、大正、昭和の日本を知る上で大変貴重な資料です。しかし、ガラス乾板は割れやすく緩光剤が剥離しやすいため、保存が難しいメディアでもあります。また、ネガは明暗が逆転しているため、パッと見では何が写っているか分かりにくいという特徴があります。そのため、倉庫や押し入れにしまわれたまま忘れられていることが多いメディアでもあります。例えばこれは国立天文台水沢 VLBI 観測所で発見された井戸観測所という昔の天文台のガラス乾板ですが、何十年もの間倉庫の片隅で忘れられていたため、カビやホコリに覆われてしまっていました。また、これらのガラス乾板に何が写っているか誰も知りませんでした。そこでフィルムなどをデジタル化する特殊なスキャナーと画像処理ソフトを使ってガラス乾板に記録された写真を復元してみました。すると、井戸観測所の建物や所員たちの様子が非常に鮮明な画像で蘇りました。復元した写真の一部は現在、国立天文台のウェブサイトで公開されています。復元した写真の中でも私が特に気になったのが袴姿の女性署員たちの写真です。女性署員たちは一体いつ頃から井戸観測所で勤務していたのか、またどのような内容の仕事をしていたのか、さまざまなことが気になりました。そこで岩手へ何十回と通って井戸観測所関係者への聞き取り調査を行ったり、現存する井戸観測所関係資料の調査を行いました。すると、次のことが分かりました。まず、井戸観測所では大正12年から大勢の女性署員が勤務していたということが分かりました。次に、井戸観測所の署員全体の実に4割近くを女性たちが占めていたということも分かりました。また、女性署員たちは主に計算係として勤務していたことも分かりました。さらに、彼女たちは計算作業をするときに、初めのうちはそろばん、計算尺、手回し計算機という道具を使っていましたけれども、後に大型計算機が導入されますと、彼女たちはそれらを操作するということもしていたことが分かってきました。そして、井戸観測所の女性計算係たちの中から、国立天文台初の女性天文学者が誕生した
ということも判明しました。ちなみに手回し計算機というのはこのようにハンドルがついた計算機のことです。日本では大正時代に販売が始まりましたタイガー計算機という国産の手回し計算機が有名です。ちなみに、手回し計算機はこのように操作します。まず最初にこちらのレバーを手で動かして、入力したい数をはじめにこちらに表示させます。そして、ハンドルを向こう側に回転させると今入力した数字がこちらに移ります。そして、ハンドルを何回転させたかがこちらの方に表示されます。22に例えば33を足したいという場合は、もう一度レバーを動かして、33をこちらに表示させます。22に33を足す場合はこの状態でハンドルを向こう側に1回転させます。そうしますと合計の55がこちらに表示されます。クリアしたい場合はこちらの端のハンドルを使って0に戻します。続いて引き算の方法をご説明します。例えば100から何か引きたいというときはまず最初にここに100を入力しておいてこれを下の方に表示させます。そしてこの100から例えば60を引きたい場合もう一度レバーで引きたい数を表示させます。そして先ほどとは反対の方向にハンドルを回します。そうすると先ほどここで100と表示されていましたが60が引かれて40という答えが表示されます。掛け算は足し算を応用して行います。例えば 25×4 を計算したいときはレバーで25を表示しておいて、これを4回、ハンドルを足し算の方向に回します。ここに、回した回数が表示されますので、ここが4になるまで回し続けます。はい、25×4 の答えが100というふうに表示されました。次に割り算の方法ですが、これは引き算の方法を応用して行います。100÷25という計算をします。まず最初に100という数字をこちらに表示させます。こちらは今1回転させたので1と表示されましたが、まだ何も割っていない状態ですので、これは1回クリアします。では、この100から25を割りたいので今度はここに25を表示させます。はい、こちらのレバーを割るの方に変更します。そして引き算と同じように逆回転させます。0になったら割り切れている状態です。今こちらに4というふうに表示されました。100÷25は4という答えが出ました。このようにガラス乾板写真のデジタル化をきっかけに緯度観測所の女性計算係に関する歴史がいろいろと明らかになってきました。ガラス乾板のネガは一見しただけでは何が写っているかよくわかりません。しかし、そこに記録されている写真をデジタル技術を使って復元し、その被写体について調査することで、新たな歴史的発見がありました。もし皆さんの家の押し入れや会社の倉庫にガラス乾板が眠っていましたら、ぜひ歴史的な資料として大切にしていただきたいと思います。では次に2つ目の研究テーマについてお話しします。
古い本の有害物質に関する研究を現在進めています。昔の顔料や染料の中には強い毒性を持つものが存在します。もし毒性のある顔料染料が使われているのが美術館の展示ケースに入っている絵画であれば、人が直接その絵に触れることはほとんどありませんので、健康被害のリスクについてあまり心配する必要はないかと思います。しかし図書館にある本となれば話は異なってきます。図書館の本は利用者や職員が素手で取り扱います。そのため有害物質が皮膚に直接触れて吸収されてしまう恐れがあります。また古い本の修復やデジタル化を担当する人たちは、本から舞い上がる有害物質を含んだホコリを日常的に吸い込んでしまう恐れがあります。さらに有害物質を含む本を借りていって家に持って帰った場合は、家にいる赤ちゃんやペットがうっかりその本を舐めて体に有害物質を取り込んでしまう恐れもあります。そのため古い本の中から有害物質を含む顔料や染料が使われている本を特定し、安全に管理する必要があります。特に注意して調べなければならないのは、猛毒であるヒ素を含む顔料染料が使われている本です。日本では江戸時代の末期からヒ素を含む顔料が浮世絵や本の表紙、見返しなどに使われたと言われています。また欧米ではビクトリア朝時代にヒ素を含むエメラルドグリーンの顔料染料が壁紙、ドレス、造花、本の表紙などさまざまな製品に使われていたことが分かっています。19世紀に使われたエメラルドグリーンは後に農薬として使われるほど毒性の高いものでしたので、当時欧米各地でヒ素中毒の被害者が出ています。そのため現在、特に19世紀に作られた本を中心に世界各地の研究者がヒ素の有無について調査を行っています。なお、同じような色の顔料染料であってもヒ素を含むものもあれば含まないものもあります。見た目だけでは本にヒ素があるかどうかを判断するのが難しいため、最終的な判断は蛍光 X 線分析によって行うのが一般的となっています。蛍光 X 線分析というのは X 線を照射して物質に含まれている元素を特定する方法です。アルキメデス・パリンプセストという中世の羊皮紙が2000年代初頭に解読された際にも、金属を含むインクの痕跡を浮かび上がらせるために蛍光 X 線分析が使われました。私は現在この蛍光 X 線分析を使って日本にあるヒ素を含む本を特定する作業を進めております。ガラス乾板に隠された画像も本の顔料染料に潜んでいる有害物質も肉眼で見ただけでは判別が困難です。しかしデジタル画像や蛍光 X 線分析といった科学技術を使うことで、それまで資料の中に隠れていたものがデータとして姿を現し、歴史に関する新しい発見につながることがあります。これからも多くの資料を調査して目に見えない歴史情報の可視化に努めていきたいと考えております。ご清聴ありがとうございました。